こんにちは。こんばんは。こんにちは。おはようございますでしょ。おはようこちらございます。バンクーバーはこんばんはですけども、今日はね、日本語でマキシさんとドイツ語について話しようと思います。どうぞよろしくお願いしマキシさん、ます。どうぞよろしく。まずじゃあ自己紹介お願いします。マキシーと申します。日本に住んでいます。日本語は、もう12年前から勉強してて、で、今は日本人にドイツ語を教えてる仕事をしています。面白いですね。僕は日本に行くときによく本屋さん行くんですよね。本屋さん行くと、やはりこの言語、言葉、ラングエージのセクションまず行きます。で、そこの7割の本はもう英語の勉強。あとまあ中国語、韓国語、スペイン語。ドイツ語のセクションはそんなにないんですよね。少し。少し。どうですか？何のためにその主な動機というかね、主な原因は何でしょうか？日本人がそのドイツ語を勉強する主なモチベーションは何でしょうか？女性の方だとクラシック音楽が好きな人でそういった方は例えばシューベルトとかバッハとかベートーベンの歌詞をドイツ語で歌えるようになりたいという人が多くて、音楽の街のウィーンに行ってみたいとか、ベートーベンが生まれた街のボンに行ってみたいという方が多いんですけど、他にドイツの哲学に興味ある方もいますし、あと若い人だとドイツに留学してみたい、あと経済の面でドイツで働いてみたいという人もいます。ドイツのロックミュージックはどうですか？マンハイムとかランハイム、what's his name？ 僕はロックは知らないけどもよく聞きます。そういう動機でドイツ語を勉強する人もいるんですよね。そうですね、ハードロックも好きな人は日本でも結構います。そうですね。なるほどね。はい。ドイツはね、僕にとってはドイツ語というのはドイツっていうか、ドイツ、オーストリアでしょ。その中央ヨーロッパの、西ヨーロッパ、中央ヨーロッパは非常に大切な国、大切な文化ですよね。それは僕は知ってます。で、僕にとって非常に魅力的ですけれども、日本に住んでて島国でしょ。よくやって英語を勉強する。最近は隣の国の中国語とか韓国語ですけども、やはり遠いドイツ語の言葉も勉強すると偉いですよね。そうですね。はい。そして難しいでしょ？あれですか？英語に比べて。そうでもないですか？面白いのは昔日本の医者さんは全員ドイツ語を勉強してきました。今は大学で英語なんですけど、日本の大学で英語の次にドイツ語を勉強する学生さんは昔と比べては減っていますが、今でも多くいまして、で医者さんだと例えばカーテとか専門用語だったりするっていうのが、今ドイツ語だったりします。で今はそれがなんかちょっと英語に変わってきてるんですけど、昔は全部ドイツ語だったので、日本で例えば病院に行くと、先生が私も大学で習いましたとかこうなるほどね。ただじゃあ日本語とねドイツ語を比較しますとね、ドイツ語ではもういわゆる男性女性そして中立性とあるでしょ。そしてもう何ですか、ケースエンディングとか非常に複雑でしょ。日本語の場合はそのプロロもないし、そのジェンダーもないですよ。非常にそういう意味では僕いつも思うんですけども、日本語の方が許すわけですよ。ね、そうですね。その話する、そんな厳しくないですよ。何を言ってもなんとか言えけるわけでしょ、日本語の場合は。しかしドイツ語はそうじゃないでしょ。もっと言えば厳しいんですよ。どう思いますか？でも私も日本語は最初は耳から覚えて話せるようになったので、例えば「わ」とか
そのあたりの、なんか後で書き言葉ですごくごちゃごちゃになった時はありました。最初文法習ってなかったので、そう後から勉強したのに良くなったんですけど、ドイツ語の場合は最初からセットで覚えた方がいいと思います。多くの方にデアディダス、女性、男性、中性名詞のルールを覚えたいっていう人が多いんですけど、ルールを覚えるんじゃなくて、毎回単語を勉強するたびに、それこうセットで共に覚えた方が失敗率は下がります。そうですね。なんか一回勉強するとき、これはder Baum、der Mann みたいな、毎回男性名詞と共に勉強すると、なんかむしろルールを勉強すると難しいんじゃないかなと思います。そうですね。そういう習慣はね、この言葉にはこの der とか die とか出すと、これは習慣的になってくると、あまり複雑に考えないで自然的に、しかし der die 出すだけじゃないでしょ。dem とか den とかいろいろあるけれども、いやしかし僕ドイツ語を勉強した時、今でもそんなによくできませんけども、ドイツによく仕事で行った時にやはり僕のドイツ語はそう悪くなかったけど、今はちょっと悪くなってるけれども、やはりこの der dem die den des 一生懸命勉強しようとした時には何も進歩しなかったんです、僕のドイツ語。ただ聞くだけ、読むだけ、話だけする、心配しないでも誰ももう怒らないから失敗しても、そういう気持ちになった時にやっと僕のドイツ語を少し進歩してきたんですよ。いやでも本当にそうだと思います。だから心配するっていうことをなんかドキドキ感があるとあんまり上達しない。だから話せる勇気がまず必要だと思って、そうですね。だから自分がまずなんかドイツ人の友達一人でいいから自分に興味を持ってる人一人見つけて、でそうすると自分に興味があるからこそ下手なドイツ語でも話そうと思えば話を聞いてくれるので、そうまず仲間を作ること、すごく大事だと思います。そうですね。それは僕の個人的には知らないけれども、Twitter に通じて知ってる日本人がね、グルジア、ジョージア、グルジアどういうんですかね、日本語でカフカ山脈の国でしょ。はい、ジョージア、グルジア、ね。彼はこの言葉を勉強してるわけでしょ。で、当然日本人がグルジアにいるなら、現地の人が一生懸命彼はいやグルジア語で話しようと思ったらみんな応援するわけでしょ。だけどもドイツは違うんですよ。ドイツはおそらく日本人がドイツ行ったら、もし非常に流暢でないドイツ語で話しかけた時にドイツ人が英語で答えてくるんじゃないですか。なんかでもそれって日本人もそうなんですよ。私の見た目だと、日本で歩いたらどっちかっていうと日本語でこんにちは挨拶されるよりヘローみたいな感じに子供とか全員そうなんですけど、相手に私はドイツ語を勉強してるのでドイツ語で話してくださいって言えばスイッチする。ただドイツ人はなんか外国人にとって英語の方が簡単だと思い込んでるから英語で話しかけてるだけであって、でもね、多くに日本人に特にドイツに留学してる日本人は私そんな英語できないからドイツ語でお願いしますっていう人の方が多いんです。それはいい。英語がね流暢であってもそういう答えがいいわけですよ。すいません英語あまりできないからドイツ語でお願いします。なんかベリンとか都会に行けば行くほど英語できるドイツ人はたくさんいるんですけど、おすすめするのは都会じゃなくて田舎に行った方が本当にドイツ語しか通じないところがいっぱいあるので、留学とか初めてドイツに行くなら都会に行くより田舎の方が風景も綺麗なんで。そうですね。綺麗ですよね。ドイツのちっちゃな田舎町っていうかちっちゃな町ですね。それこそ中世紀のそのままの姿のローゼンハイムとかじゃなくてディンクルスビュールとか、僕はいろんなそういう町訪ねましてね、ガスタスに泊まって安いしね、本当に楽しいです。いろんな意味でドイツは楽しいと思いますよ。楽しいです。ある人はドイツが重いとか厳しいとか
まあそういう人もどこにもいるけれども、僕はドイツは楽しいと思うから、だからぜひ皆さんドイツ語を勉強してください。勉強してください。マキシさんのリンクをね、ディスクリプションボックスに載せますから。この下にクリックして。はい、クリックしてね、マキシさんのYouTube のチャンネル行って、ドイツ語を勉強してください。じゃあ、今日はここまで。どうもありがとう。バイバーイ。